いきなりですが、会場の皆さんに質問があります。この中でもっともっと盗塁が上手くなりたい方いらっしゃいますか？今度の大事な試合で必ず盗塁したいっていう方いらっしゃいますか？ですよね。そんなにめったにいないんですよね。草野球でもホームランを打ちたいっていう方はたくさんいても、盗塁をしたいっていう方ってあんまりいないんです。残念ですけど。なのであらかじめ皆さんに申し上げておきますが、このプレゼンは皆さんの何のお役にも立たないかもしれません。でも人生、役に立つことばかりが重要だとも限りません。いつかどこかで偶然この映像を目にした野球少年のため、そしてその指導者の皆さんのため、誰も教えてくれなかった盗塁のコツを教えたいと思います。キーワードはこの5つになります。1、自分を知る。2、ピッチャーを見すぎない。3、力を抜く。4、動く歩道。5、究極のスライディング。では、今しばらく盗塁のご予定のない方も、少しの間、私にお付き合いください。リードとは自分を知ること。代走鈴木貴弘が一塁ベースに立ちました。まず最初にランナーがすること、それは盗塁や走塁のためにベースから離れるリードオフですよね。ではリードとは自分を知るなんです。自分を知る、それはピッチャーに牽制球を投げられたときに確実に戻れる距離、つまりセーフティーリードの幅を知るということが大切なんです。このことさえしっかり分かっていれば、必要以上に牽制球を意識しなくなりますし、スタートを切る意識の方がより高まってきます。お酒を飲まれている方、だいたい何杯目ぐらいまでが自分の記憶が正確に把握できているか知ってないと痛い目に遭う時ってないですか？下向いてますけど。それと同じなんです。私の場合はこうやって測ってきます。私のリードは13歩です。大きいですか？初めての球場の場合は試合前にこうやって測って線を引きます。そこから見える景色を確認します。一塁付近からピッチャー方向を見るとだいたい三塁側ベンチが見えますので、そのどこかに目印を置くというイメージです。そしてこんな感じです。この位置が基準になります。そこからピッチャーによって微調整が始まります。例えばこのピッチャーは牽制が上手なので半歩をマイナスにしようとか、このピッチャーはいつもノーマークなので2歩プラスにしようとか、この基準がなければプラスもマイナスもありません。なので少年野球の時など
自分の幅を知りなさいと必ず伝えるようにしています。